今回は金消しに色付け動画シリーズ同時ものレギュラーサイズパート8アンモナイトスをペイントします。本編での活躍はなかったマイナー超人、独特のフォルムをしています。いつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。レギュラーサイズ金消しパート8のカプセルに同梱されていたブックレットです。裏面はこれまでの金消し一覧の文字情報がずらり、表面もカラー刷りでパート7までの超人が着色済みフェイスでずらりと並んだ見応え十分な小冊子になっていました。このパートは連載初期の頃に登場の怪獣や超人、読者応募超人がたくさん、今回のアンモナイトスやパーソナルマンなどのマニアックな読者応募採用超人もしっかり造形されリリースされていました。まずは塗装前の状態です。40年超の経年劣化、汚れはありましたが、致命的な損傷などはありませんでした。ペイントには大きくは支障ないので、そのままいつもの工程で下処理を進めていきました。塗装後のレビューを先に、彩色は超人図鑑カラーを参考に塗料を決定しました。が、使用したのは2色、赤と白、そしてマーカー。金消し塗装では異色の色付け方法になりました。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る、レンジン漬け込みを一晩から2日して可素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く、乾燥させミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのモデルカラーホワイトグレーを塗りました。よく下地作りに使っているグレー味を帯びた白カラーですが、今回はボディが白になるので重ね塗りを前提に一旦このカラーを下地にしました。前面に模型用の平筆で一気に塗るので 2,3 分あれば下地はできてしまいます。下地の完全乾燥の後、色分けで筆塗りは赤のみです。ゲームカラーのスカーレットレッドです。目、パンツ部分、脚部などに下地が効いて色は乗っていきますが、それでも塗装面積はたくさんあります。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。最初薄く色をのせて面積が広いので塗ってるうちに乾いてくるんで、そこに色をのせていくという流れで作業を繰り返しました。広い面積は筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。塗料は水性アクリルのファレホを基本に下出るカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆、面積の広い箇所は平筆を使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。白を上塗りしました。モデルカラーのホワイトグレーです。先の下地塗装の時に一度では塗りきれなかったところ、塗装が甘かったところに、ボディ、腕部、脚部など至るところに彫られた筋の墨入れ的に超極細マーカーです。マービー4ドローイングの 0.02mm ダークブラウンを使いました。水性塗料の極細ペンで乾くと耐水性という特徴があります。カラーはこのダークブラウンとブラック、細さはこの他に 0.03mm、0.05mm などバラエティ豊かです。細かな作業で色を入れる箇所は結構あります。地道に丁寧に作業を重ねました。かかった時間は約40分の塗装でした。アンモナイトスはアンモナイトがモチーフになった正義超人です。超人強度は70万パワー、ギリシャ出身、水泳を得意とする超人で遺伝による体質で肌が半分ほど石化しかけています。体中の筋はひびで強い衝撃は禁物という設定です。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。
これまでの制作記録から、今回のアンモナイトスと同じレギュラー版パート8の面々です。まずは先日塗装したカンデラマン、金消し塗装の中でも屈指のカラフルペイントでした。光の単位をモチーフにした超人。こちらは影がモチーフになった超人ダーク2世。メキシコ出身。この彩色は超人図鑑原作カラーを参考にしています。フェイスの影の文字の書き入れがポイントのペイントでした。残虐超人という設定だったシャネルマンです。48の殺人技を使えるとされています。アニメ版では超人オリンピックザ・ビッグファイトのタイミングでワンコーナーを持って登場しました。アポロザ・ジャイアントです。当時物のレギュラーサイズ、高さは約4センチです。このペイントではシタデルカラーのテクニカル、特殊効果表現の塗料で岩盤のイメージを演出してみています。スニゲーターの正体、ティラノザウルスの足もパート8のラインナップでした。指に作られた正体のフェイスの塗装が細かくポイントでした。金消しでは異例の造形、フォルムをしています。こちらは超人オリンピックの前にロビン・マスクと対戦したダイナマイト・パイパーです。人型超人はスリムボディでサイズが小さく、顔の表情の書き入れなどなかなか大変です。シンプルな3色の色分けでした。一回りサイズは小さいテールランプです。電球がモチーフになった超人。面積の小さな塗装、黄色の使い分け、結構苦戦した記憶があります。頭でっかちの独特の形状ですが、しっかり自立します。最後は当時のコンピューターがモチーフになったパーソナルマンです。デスクトップパソコンのカラーをイメージした超人図鑑掲載カラーで塗っています。塗装面の平らな四角の造形のペイントは結構難しいです。ということで今回は筋肉マン金消し塗装当時物レギュラーサイズパート8のシリーズのアンモナイトスを超人図鑑カラーを参考に水性アクリル塗料にてペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。